どうも、ビースパイスインクです。今回はこれからスパイスカレーをたくさん作っていきたいという方向けの動画になってます。最初はどこに気をつけたらいいか分かりにくいと思うんですけれども、私が思うスパイスカレーを美味しく作る上でのコツを4つほどご紹介していきたいと思います。今回はスパイスカレーでは一番シンプルなチキンカレーを作りながらご説明していこうと思います。では早速調理に入ります。まずは玉ねぎをみじん切りにしていきます。玉ねぎのみじん切りは、お尻を切り落とさずにちょっと残しながら切ってあげると、こんな感じでばらけずに玉ねぎを縦に切ることができるので、あとは90度玉ねぎを回転させて落としていけばみじん切りになります。玉ねぎを切り終えたら加熱調理に入ります。フライパンを用意してここに油を注ぎます。今回はホールスパイスを1種類だけ使います。爽やかな香りのするカルダモンを3粒加えようと思います。でカルダモンは、中に種子が入っていて、それがいい香りがするので、加える前にちょっと裂いて香りが出やすいようにしておきます。ホールスパイスのカルダモンを加えたら弱火で着火します。ちょっとフライパンを斜めにしてあげると油が溜まってホールスパイス全体が浸かるので、香りがよく油に移りやすいと思います。カルダモンが少し膨れてきたり、泡立っていい香りがしてきたら、ここで玉ねぎを加えます。ここから玉ねぎをしっかりと炒めていくんですけども、ここで1つ目の秘訣です。飴色玉ねぎになるまでしっかりと炒めることが1つ目の秘訣です。飴色玉ねぎになるまでしっかりと炒めることで香ばしさやコクも出ますし、玉ねぎの旨味がしっかりとカレーのソースに溶け出てくれます。飴色玉ねぎにしなくても作れるんですけれども、味の奥行きが出しにくい上級者向けのカレーになると思います。それで、飴色玉ねぎにするために一つポイントで、ここに塩を加えて脱水を促進させて、より早く飴色玉ねぎにします。ほんの一つまみだけで大丈夫です。そしたら全体に混ぜて焼き付けるように放置しながら飴色玉ねぎにしていきます。で時折混ぜながら、また放置するを繰り返していると、だんだん色の濃いところが出てきます。焦がすのは絶対ダメなので、ここまで茶色くなってきて、なんとなくムラが出てきたら水を加えます。水を加えてあげると焦げ防止にもなりますし、飴色が均一になりやすくなります。そしてまた焼き色をつけて、ムラが出てきたら水を差す。でどんどん飴色にしていきます。しっかりと飴色になってきたら、ここですりおろしたニンニクと生姜を加えます。ニンニクと生姜は生のものをすりおろした方が当然美味しくなりますが、めんどくさいよっていう方はチューブでも大丈夫です。しっかりと青臭さがなくなるまで炒めていきます。ニンニクと生姜が炒まって青臭さが飛んだら、ここでトマト缶を加えます。ここでまた
しっかりとトマトの水分がなくなるまで炒めていきます。トマトをしっかりと炒めてあげることで旨味が凝縮しますし、酸味も和らいでくれます。しっかりと炒まって水分がなくなってくるとこうやって油がにじんでくるので、こうなってきたら結構いい感じでテカテカとしてきます。そしたら一度火を切ってフライパンの温度を下げます。そしたらここでパウダースパイスを加えます。今回使うパウダースパイスはカイエンペッパー、クミン、コリアンダー、ターメリック、それと一緒に塩も加えてます。パウダースパイスを加えたら弱火をつけて焦げないように粉気がなくなるまで炒めていきます。ここでパウダースパイスを香りが立つまで炒めなかったり、炒めすぎて焦げてしまうと嫌な香りになってしまうので気をつけて行います。パウダースパイスがしっかりと炒まってきたら、ここで一口大にカットした鶏もも肉を加えます。全体に馴染むように混ぜていきます。鶏肉の表面が白っぽくなってきたらここで水を加えます。沸くまでは強火にしておいて大丈夫です。全体を混ぜます。沸いてきたのでここで火加減を弱火にします。そしてコツを一気に2つお伝えします。まずはしっかりとここから煮込むということです。しっかりと煮込むことで素材のうまみがソースに出て、日本人が好きな味わい深いコクのあるカレーのソースになります。スパイスの香りをできるだけ残すためにあまり煮込まずに作ることもありますが、スパイスカレー初心者の方が作って分かりやすく美味しいのは日本人らしい、よくうまみが溶け込んだカレーかと思います。自分の好みが分かってきたらイメージするカレーに向けて煮込み時間を調整するのがいいと思います。ここでさらにもう1個コツをお伝えします。それは蓋をすることです。結構普通かもしれないんですけども、今まで私の動画では煮込んでるシーンの見栄えが良くて蓋をせずやってきたので、あえて入れさせていただきました。よく煮込んだ方がいいというのは先ほど説明しましたが、煮込む際スパイスの香りはどうしても飛んでしまいますので、蓋をしっかりとすることでその香りを鍋の中に留めて香り高さを残すことができます。結構簡単な作業なんですけども、意外と効果は大きいです。ではここから、煮込み時間が10分ほど煮込んでいきます。では10分経ったので、煮込み加減をチェックしていきます。いい感じにスパイスの香りが立ってます。ではここで最後の秘訣をお伝えします。それは味見をしてしっかりと塩加減を確認することです。では早速味見をしていきます。美味しい。いい感じです。でもちょっとだけここで一つまみぐらい塩を足そうと思います。塩が少ないと食材のうまみが引き出されないので、入れすぎないように注意しながらしっかりと鶏肉や玉ねぎ、トマトとかのうまみが出るまで何度も味見しながら完成に持っていきます。パウダースパイスを加えた時にも塩は加えているんですけれども、あの時点で結構パンパンに入れてしまうと後から辛すぎたって時は引けないので、あの時点では少し少なめにしておいて、この最後の煮込み終わった時点で調整すると失敗しにくいです。で最後にもう一度確認します。
最高です。でこれで完成なので、あとはご飯に盛り付けていきます。で、カレーを盛り付けたら最後に、ドライハーブのカスリメティを振りかけます。これはなくても大丈夫なんですけれども、あるとよりスパイスカレー感が出ます。ブラックペッパーも振りかけたら、これでチキンカレーの完成です。いただきます。おいしい。今回使ったパウダースパイス、コリアンダー、ターメリック、カイエンペッパー、クミンはスパイスカレーを始める上で基本の4種類の、パウダースパイスなので、まだ何もパウダースパイス持ってないよっていう方はこの4種類を買っていただけるとスパイスカレーをすぐに始められると思います。この今日の基本のコツを押さえてスパイスカレーの形ができるようになってきたら、あとはここから自分なりに全体の酸味とか苦味とか旨味を調整しながら、玉ねぎやスパイス、調味料の量を変えていくと、よりどっぷりスパイスの魅力にはまれるかなと思います。ぜひチャレンジしてみてください。参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。